トックホルムのアーランド空港に到着したら、シャトルバスに乗ってストックホルム市内に向かいます。バス停がたくさんありますが、6番乗り場でバスを待ちます。バスの乗車券はオンラインで事前購入しておきましょう。3ヶ月有効の往復券を購入すると 20% 割引になるのでお得です。バスの車内は清潔で座席数も多いです。バスは15分ごとに運行していて、電車よりも値段が安いのでバスの利用がおすすめです。40分ほどでストックホルム中央駅のバスターミナルに到着しました。アーランド空港に向かうバスもこのバスターミナルから出発します。ストックホルムの観光名所をたくさん回るならシティパスの購入がおすすめです。定額を支払えばストックホルムの大半の観光施設に入ることが可能で、位置情報を利用して近くにある観光施設も検索できます。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。まずは2時間の観光ボートツアーに参加します。ストックホルムには14の島とそれを囲う運河があり、水の都と呼ばれています。シティパスのアプリを開いて QR コードを係の人に見せれば乗船できます。船内にはオーディオガイドもついていて10カ国語に対応しています。もちろん日本語もあります。紅茶やアルコール、甘いパンなどが販売されているので、食事をしながら景色を楽しめます。巨大な船はドイツの会社が製造・運航するアイーダ・ディーバ号です。2000名以上を収容できる大型クルーズ船で3億ユーロ、日本円で400億円以上するそうです。左側にハマービーバッケンというスキー場が見えます。雪が降った時しかオープンしませんが、ストックホルム中心部から車で10分と立地が良く、冬に人気の場所となっています。出発してから20分ほど経つと、運河通行のために5分ほど停止します。水門で仕切った区間に注水・排水して水面の高さを調整することで船の運航が可能になる仕組みです。右手に見える白い大きな建物は大学の総合病院です。病室から木々と運河が見えるので病気の回復も早まりそうです。ストックホルムには島が14あり、ボートツアーでは12の橋をくぐっていきます。橋の上は自動車だけではなく自転車も通れます。左手に見えてきたのがストックホルム市庁舎です。ノーベル賞の晩餐会が行われる場所として有名で、観光2日目に市庁舎の内部を見学します。ここがツアーの折り返し地点で、出発地から少し離れた場所にボートが止まったら船を降りてツアーが終了です。ボートツアーの後はバーサ号を見学しに行きます。ここでもシティパスの QR コードを見せるだけで入場できます。バーサ号は1618年8月10日にストックホルムでの最初の航海で沈没した船です。333年間ストックホルム港に沈んだ後、1951年に船は引き上げられました。日本語を含む15カ国語のパンフレットがあり、パンフレットの QR コードをスマホで読み取るとオーディオガイドを開くことができます。バーサ号は世界で最も保存状態の良い17世紀の船で、何百もの彫刻が見事に装飾されていて、98% がオリジナルパーツで構成されています。階段もしくはエレベーターを使って最上階まで上がると、バーサ号の全体がよく見えます。17世紀の船は海に浮かぶ芸術作品であり、現在のバーサ号の彫刻は薄暗い茶色ですが、船が作られた当時は明るい装飾がされ、富と権力を象徴していたのです。入場料に含まれる17分間の映画では、バーサ号の歴史を学ぶことができます。英語音声にはスウェーデン語字幕が、それ以外の音声には英語字幕がついています。
バーサ号の見学を終えたら、すぐ近くにあるスピリッツ博物館を見学します。スピリッツは蒸留酒のことで、ウイスキーやウォッカ、コニャックやテキーラなどがスピリッツです。この博物館はスピリッツの匂いを嗅ぐ体験ができたり、アルコールを飲んだ時に脳がどんな状態になるのかを説明するアニメーションを見れたり、アルコールを飲みすぎると肝臓が悪化する展示があったり、蒸留酒の良いところと悪いところを両方説明しているのが特徴です。博物館の見学の後にはスウェーデンの蒸留酒を有料で試飲できます。観光1日目の最後にエステルマルム市場を紹介します。1888年から営業する老舗の屋内市場で多くの人で賑わっています。鮮魚や精肉、野菜や果物、チーズなど様々な食材が並びます。テイクアウトも充実していますが、電子レンジかオーブンで解凍が必要なので旅行者には向いていません。ストックホルム市内にはセブンイレブンが数多くあるので、食事代を節約したい方はここでサンドイッチを買うのがおすすめです。ストックホルム中央駅から徒歩15分くらい離れたホテルを探せば、朝食ビュッフェ付きでリーズナブルな値段で宿泊できます。北欧スウェーデンは物価が高いので、朝ごはんをしっかり食べれば昼と夜の食事代を節約できます。ストックホルム観光2日目はガムラスタンと呼ばれる中世の街並みが残る旧市街エリアを中心に回ります。魔女の宅急便のモデルの一つにもなった場所で、大きな時計台がランドマークになっている美しい街です。大きな時計台はストックホルム大聖堂の一部で、シティパスで入場して大聖堂の内部を見学します。ここはストックホルム最古の教会で、王室の式典も行われます。1976年6月19日には、現国王グスタフ16世の結婚式が大聖堂で行われました。大聖堂の見学を終えたら、すぐ近くにあるフィンランド教会の裏庭に向かいます。裏庭には高さわずか14センチのアイアンボーイがあり、地元の人々に愛されています。アイアンボーイの頭を撫でると幸せになれるという言い伝えがあり、多くの観光客が頭を撫でるので、頭だけツルツルに光っています。別名は月を見上げる少年というそうで、別の角度から見ると空を見上げているのがわかります。一旦ガムラスタンを離れてストックホルム市庁舎に向かいます。ストックホルム市庁舎は1923年に竣工した赤茶色のレンガの建物で、2023年は竣工から100年の記念すべき年です。庭園は自由に見学が可能ですが、市庁舎内を見学するにはガイドツアーへの参加が必須で、ギフトショップでツアー参加料を支払います。渡されたシールを胸のあたりに貼り付けたら、ツアー開始の集合場所に向かいます。なお、シティパスにツアー参加料は含まれていません。朝10時の鐘の音が鳴るとツアーが始まるようです。ガイドツアーは英語とスウェーデン語ですが、時間帯によってはスウェーデン語だけの場合もありますので、事前に確認しましょう。建物内に入ると青の間と呼ばれる吹き抜け大ホールに案内されます。ここがノーベル賞公式晩餐会の会場であり、毎年ノーベルの命日である12月10日に開催されます。青の間はなぜ赤茶色なのでしょうか。設計者はレンガ塀の上に青い漆喰を塗る構想を持っていて、テレビや新聞で青の間という名前を公表してしまいました。しかし下地のレンガの壁が予想以上に美しかったので、レンガ塀は仕上げとして残り、混乱を避けるために青の間という名前は変わらなかったそうです。青の間にあるオルガンは
1万本以上のパイプとつながっていて、北欧で最も大きいそうです。青の間でガイドの解説を10分ほど聞いたら、次は議会の間を見学します。議会の間はストックホルム市議会が開催される場所です。市議会の議員は全部で101名いるのですが、フルタイムで議員をしている人は15名しかいません。残りの86名はパートタイムで議員を務めていますが、議会は基本的に平日の夕方から夜に開催されるので、掛け持ちの方でもきちんと参加できる配慮がされています。市民の政治意識を高め、市民のさまざまな意見を政策に反映することを目指しているそうです。最後に見学するのは1900万個の金箔モザイクで飾られた黄金の間です。ノーベル賞晩餐会の後に出席者がここでダンスをします。戦争への怒りを込めた激しい顔つきのメーラレンコの女王の壁画が必見です。ストックホルム市庁舎の見学を終えて旧市街のガムラスタンに戻ってきたら、ノーベル賞博物館を見学します。博物館の建物は18世紀に建てられた証券取引所の建物を使用しているそうです。シティパスの QR コードを見せて入場したら、ノーベル賞のチョコレートをいただきました。博物館では1901年から開始されたノーベル賞の受賞者800人以上の功績などを学べます。私が訪問した10月上旬はちょうど2023年の受賞者が発表された時期で、受賞者について学ぶことができました。上を見上げると過去800人以上のノーベル賞受賞者のパネルが並んでいるのが見えます。パネルとの距離が遠いので説明が読めないのが少し残念です。お土産屋さんには歴代受賞者のポストカードが売られていて、現在は人権活動家として活躍されているマララさん、ノーベル平和賞を受賞したキング牧師や元南アフリカ大統領のネルソン・マンデラさんなどがありました。ノーベル賞博物館の見学を終えたら、すぐ近くにある王宮で行われる衛兵交代式を見学します。また職務を終えた衛兵の後をついていくと、小規模ですが衛兵交代式の様子を見ることができます。ホテルで朝食ビュッフェをたっぷり食べたので、昼はホットドッグで簡単に済ませます。ケチャップと甘いマスタードのシンプルな味付けですが、値段も安く日本のおにぎり感覚です。ホットドッグを堪能した後は最後の観光地スカンセン野外博物館へ向かいます。1891年にオープンした世界で最初の野外博物館で、産業革命によって失われていく民家や職人技の保護を目的に、民族学者アルツール・ハセリウスが私財を投じて作り上げました。園内には昔ながらの建物が点在し、子どもたちに人気のアトラクションコーナーもあります。まずはバルト海の生き物を展示する水族館に入ってみます。
Balik-balik ako. Vabbè, 4 gatti pure.